黒江康彦。 AI で当時の色を再現してみる。この男は戦争を生き延びた。はやぶさに乗り、正気に乗り、はやてに乗り、ロケット戦闘機にまで乗った。 37mm 砲で B219 を撃ち落とした。木でできたはやても飛ばした。 75mm 砲を積んだ爆撃機も操った。撃墜数30機、陸軍士官学校出身で最多の記録だった。戦後はジェットパイロットになり、ベストセラー作家にもなった。プロペラからロケット、そしてジェットまで飛ばした男。そしてこの男は47歳で釣りに出かけ、帰らぬ人となった。今日の動画は黒江康彦の物語です。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。黒江康彦。おそらく中国時代の写真だ。 AI で色を入れてみる。黒江康彦は1918年鹿児島県日置郡に生まれた。父は陸軍少佐の黒江慶吉。軍人の家に生まれた。移住院中学校を首席で卒業し、陸軍士官学校に進んだ。1937年6月士官学校を卒業した。陸軍の戦闘機パイロットには少年飛行兵や下士官出身者が多かった。黒江は士官学校出身のエリートだった。だが身分で人を見る男ではなかった。下士官とも分け隔てなく接した。明けの飛行学校で戦闘機操縦を学び、第519戦隊に配属された。1938年11月中国大陸の漢口に赴任した。中国での航空戦が下火になる中、黒江は訓練を重ねた。はやぶさの劣勢、 AI で色をつけてみる。1939年満州とモンゴルの国境でソ連軍と衝突したノモンハン事件。日本陸軍航空隊にとって初めての近代的な航空戦だった。戦いの終盤、第59戦隊が増援として満州に送られた。黒江にとって初めての実戦だった。1939年9月15日、タムサグブラグの上空、ソ連軍の戦闘機編隊と遭遇した。黒江は初陣で2機を撃墜した。ノモンハンでの戦闘はこの1回きりだった。だが初空戦で2機を落とした。並外れた才能の片鱗だった。戦闘が終わると第59戦隊は中国に帰還した。正気、 AI で色を入れてみる。1941年1月黒江は陸軍士官学校の教官に着任した。だが長くは続かなかった。大尉に昇進した後、新しい任務が待っていた。新設された独立飛行第417中隊、佐渡川大尉が率いる部隊だった。与えられたのは試作段階のキー44がわずか9機、後に錦戦闘気象機と呼ばれる機体だ。はやぶさとは正反対の設計思想だった。はやぶさは軽くて旋回性能が良い。正気は重くて速い。強力なエンジンと重武装、急降下と上昇力に優れるが操縦が難しかった。着陸速度が速く事故が多い。パイロットからは敬遠されがちだった。黒江はこの試作機を実戦で使う任務を与えられた。まだ正式採用もされていない機体を戦場に持ち込む。それがテストパイロットの仕事だった。はやぶさの野戦整備、 AI で80年前の色を蘇らせてみる。1941年12月8日、太平洋戦争が始まった。黒江は正気でマレー半島に出撃した。マレー東海岸のエンダウ沖で日本軍の上陸作戦を支援した。ここで敵機3機を撃墜した。シンガポール上空でも交戦した。正気が実戦に投入されたのはこれが最初だった。試作機を預かり
自らの命で性能を証明する。重くて扱いにくいが、一撃離脱に徹すれば圧倒的に強い。クロエは1942年3月まで南方で戦い、正規の実戦データを築いた。後に量産される正規の礎をクロエが作った。加藤立夫第6、14戦隊超 AI で当時の色を再現してみる。1942年4月末、クロエは第6、14戦隊の第3中隊長として着任した。64戦隊加藤はやぶさ戦闘隊の名で知られる日本陸軍最強の部隊だ。映画にもなった伝説の戦隊だった。だが1942年5月22日、戦隊長の加藤立夫が戦死した。イギリス空軍のブレニム爆撃機を追撃中に被弾し、海に突入した。カリスマを失った部隊を誰が支えるのか。クロエはその中核の一人となった。リーダーシップと攻撃的な性格で、やがて戦隊の中心人物になった。1000人中隊長にも就任した。加藤の後をクロエが繋いだ。同じ64戦隊で戦死した南郷茂雄について、クロエはこう書いている。陽気でしころがなく、大胆不敵で偉ぶらなかった。上官にも部下にも異例なほど愛された。と、それはそのままクロエ自身の姿でもあった。飛行場を歩くクロエ康彦。大尉 AI でカラーにしてみる。笑顔だ。この男はいつも陽気だった。1942年から1944年1月までクロエはビルマ前線で戦い続けた。約2年間ビルマの空で指揮を執り続けた。1943年10月、ビルマの空に新しい脅威が現れた。デハビランド、モスキート、木製の高速偵察爆撃機だ。この地域に初めて現れたモスキートをクロエが撃墜した。別の日には敵機を追い詰め、味方飛行場に不時着させた。パイロットを捕虜にして連れ帰った。空中戦で敵を生け捕りにしたのだ。1943年11月26日未明、ラングーン上空に B-24 の編隊が現れた。クロエは安田准尉と共に夜間迎撃に上がった。暗闇の中で B-24 を捕捉し撃墜した。ラングーン上空で初めての夜間撃墜だった。二人の共同戦果となった。昼も夜もクロエは飛んだ。穴吹サトルについてクロエはこう評している。勇敢で粘り強く非常に正確な射撃手だと。穴吹は下士官だった。士官がこう評価するのは珍しいことだった。クロエ自身の評価は陽気で恐れ知らず、最も正確な作戦立案者、理想的な戦闘機指揮官と呼ばれた。終始日本版のロケット戦闘機だ。 AI で色を入れてみる。1944年1月、クロエは日本に帰国した。配属先は陸軍航空審査部。新型機のテストが任務だった。クロエがテストした機体はどれも常識外れだった。終始ドイツのメイー 163を模倣したロケット迎撃機。ロケットエンジンで急上昇し B-29 を迎撃する。燃料はわずか数分で尽きる。キー106、金属が足りなくなった日本がハヤテを木で作ろうとした機体だ。キー109、4式重爆撃機飛竜に 75mm 砲を搭載した異形の対 B-29 迎撃機。どれも B-29 を止めるために生まれた絶望的な兵器だった。クロエはこれらの機体に乗り、空に上がり、データを持ち帰った。102、総発の重戦闘機が AI でカラーにしてみる。機種に 37mm、機関砲を搭載している。対爆撃機用に開発された。一発で B-29 を落とせる威力があった。クロエはテストだけでなく B-29 迎撃にも実戦出撃した。1945年3月25日、クロエはキー 102A で出撃した。B-29 の大編隊が日本本土に迫っていた。高ドイチマンメートル。空気が薄くエンジンの出力が落ちる。
クロエは B29 に接近し、37mm 砲を撃ち込んだ。一機撃墜。37mm 砲の反動は凄まじい。機体が大きく揺れる。だが、一発の威力は 12.7mm の機銃とは比べ物にならなかった。ハヤテ、日本陸軍最後の主力戦闘機だ。この写真に AI で色を入れてみる。1945年5月23日と24日、クロエは機84、ハヤテで B29 をさらに2機撃墜した。これで総撃墜数は30機に達した。陸軍士官学校出身者として最多の記録だった。テストパイロットでありながら実戦でも最前線に出続けた。新型機の性能を誰よりも知っている男が自ら出撃して B29 を落とす。新サブのテストパイロットと前線の撃墜をクロエは両方を兼ねた。30機の内訳は中国からノモンハン、マレー、ビルマ、そして本土防空、太平洋戦争のほぼすべての戦域でクロエは空を飛んでいた。F86 セイバー AI で色を入れてみる。1945年8月、戦争が終わった。クロエは生き残った。航空自衛隊が発足すると、クロエは入隊した。プロペラからロケットまで飛ばした男が、今度はジェットに乗った。ジェット戦闘機を操縦し、部隊を指揮した。第6航空団司令に就任、小松基地を率いた。最終階級は、一等空佐、そして自伝、はやぶさ戦闘隊を出版した。64戦隊での日々を書いた。加藤立夫の詩、ビルマの空戦、仲間たちの物語、ベストセラーになった。戦争を生き延び、空を飛び続け、本まで書いた。黒江康彦は、戦後も空の男であり続けた。黒江康彦、航空自衛隊、一等空佐、第6航空、団司令時代の写真だ。AI で色を蘇らせてみる。1965年11月、クロエは釣りに出かけた。そして帰らなかった。47歳だった。ノモンハンでウイジンを飾り、正気でマレーを飛び、64戦隊でビルマの空を守った。終水のコックピットに座り、木製のハヤテを飛ばし、75mm 砲の飛竜を操った。37mm 砲で B29 を落とし、ハヤテで30機目を撃墜した。戦後はジェット機を飛ばし、ベストセラーを書いた。空では何度も死にかけた。だが死ななかった。それだけのことを成し遂げた男が、海で命を落とした。黒江康彦、享年47。黒江康彦、1918年、鹿児島に生まれた。軍人の息子が、自らも空の軍人になった。ノモンハンでウイジンを飾り、初空戦で2機を落とした。試作段階の勝機を実戦に持ち込み、マレーで初の実戦投入を果たした。加藤立夫の後を継ぎ、64戦隊の中核として2年間ビルマで戦った。終水に乗り、木製のハヤテを飛ばし、75mm 砲の飛竜を操った。37mm 砲で B29 を落とし、ハヤテで30機撃墜を達成した。戦後はジェットパイロットになり、ベストセラー作家にもなった。そして47歳で海に消えた。先人たちの犠牲の上に今の平和がある。私たち日本人はこのことを忘れてはいけない。このチャンネルでは戦争の記憶を風化させないために、当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。